はよう。おはようございます。ござりまする。まあ今さもう朝ではないんだけどね。まあね。今日はですね、打ち合わせに来てます。今日めっちゃ暑くて、ちなみに真夏日だね、もう。やばくない？今日超溶けそうなんだかって感じでさ。もう溶けてるよ。溶けてる。ちょっと頭の上の方から溶けてるよ。マジか。漏れてない。今日はね、なんで打ち合わせ秋葉に来てるかっていうと、筆です。なんと筆です。筆。それじゃあちょっと分かりにくいんじゃないのかい？これじゃ分かんないか。私は今日は筆を買いに来てるわけでもなく、筆の開発をしておりまして、実はこれ多分動画でちゃんと言うの初めてだよね。そうだね、今まで行ったことないと思う。そうだよね。なんかふわって今こういうなんかいろいろやってるんですよみたいなことは言ってたと思うんですけど、そのうちの一つが今ようやくこれぐらいは発表できるかなっていうところで、割とビッグプロジェクトなわけですよ。そうなの。やっぱり私ってさ、筆をさ今まで10年とか、まあ、それ以上か握ってきてる人なんですよ。なんだかんだ言って書道もそうだし絵画もそうだし、今だったらフィギュアを塗ってますよね。それも結構筆は使いますと。でやっぱ夢の一つだったんだよね、私の中で、筆を作るっていうことは、そうだから結構気合い入ってて、ここ最近始まったこれ話じゃなくって割ともう1年ぐらい経ったよね多分ね。そうだね、1年と言わず15年ぐらいかかってるかもしれない。ちょっとやりすぎたな。さすがにそれはやりすぎたな。信じちゃう人いるかもしれんやん、マジで。気をつけてもらおう。そこはね。まあリアルに1年ちょっとぐらいだよね。で一応筆って言ってもいろいろあるじゃないですか、これ詳しいことはまたちゃんと別のタイミングでお話しするんだけど、まあ、簡単に言うと初心者の方でもなんていうのかな、やりやすいような、完全に私がやってるようなことをやれるようなね、筆っていうのを開発をしております。で結構いい感じで進んでいて、専門家の方の知識とかも借りながらやってってますよ。私はやっぱりさ、筆ってさ詳しくないじゃん。使うことは使ってるけど、開発ってことはねやっぱりねいろんな方の力がいるっていうことで、こうやって打ち合わせとかもしつつ進めているのでございます。だから本当にさ、毛の種類とか毛の本数とか絵の部分だったりとか、なんか一つ一つめっちゃこだわってるから、ちょっと楽しみにしててほしいね、これはね。真面目な話すると、こう私は結構筆を握って描く人じゃないですか。でマサさんは筆は握って描く人ではないんだけど、逆に言えば一般的な人のなんていうのかな、感覚みたいな知識みたいなところは逆に私は参考になるところがあるので、まあ、私は慣れすぎちゃってるってところもあるから、まあ、そういったね結構幅広い視野でその筆一本一本に向き合ってきたみたいな。ちょっとカッコつけちゃった今。だいぶ今カッコつけたな今。いやでもまあまあカッコついたんじゃないの？カッコついちゃったんか。まあしょうがないね、こういう話は。まあでもそういうことでちょっとお楽しみにお待ちくださいということで。そうだね、また改めて告知しよう。ってことで私は今からサブチャンの撮影をしたり、その他ちょっと道具とか買ったりとかお買い物をしたりとかするので、秋葉でね必要なツールとかもあるからね。終わり次第また帰って作業だね。そうですそうですそうです。それが終わったらもう作業っていう感じです今日はね。っていうことです。なので一旦ここでバイバイ。ちょっとこれ予想外のもの買っちゃった。ツールとか買った後にね、ちょっとフィギュアをさちょっと見に行っちゃおうと思ってあみあみさん寄ったんだけどさ、買っちゃったよ。つい買ってしまった。しかもめっちゃでかくない？ほらこの荷物が。いやーやっぱりね、ちょっと実物もこれ提示されてあったしさ、買っちゃったよ。恐ろしいわマジで。恐ろしいやん。散財はしちゃったんだけど、まあでもかなりいいフィギュアだからさ、そうだね、とりあえず満足だわ。でかいね。そう思い切って買っちゃったよ。だから今から私は戻って作業の続きをやりたいと思います。ということで戻りまする。やっとこさ帰ってきました。ちなみになんだけれども、今日私がさ買ったやつはこれですよ。じゃじゃじゃーん。これは薄め液。これはねツールウォッシュ。じゃん。また買い足しました塗料。あっという間になくなるからね、これでフィギュアを塗ってる塗料ですね。定期的にねこんな風にね買わないとね、マジでね本当にあっという間にね道具がなくなるから大切なんですよ、定期的に買いに行くってことが。まあ、ある程度ストックするものはするんだけど、買いに行った時にさ新しいさツールとかを発見できたりとかもするから、基本的にねお店に行く回数はねあえてね意図的にちょっと増やすようにはしてます。散歩にもなるし。ということでじゃあ早速やっていきたいと思います。はい、ではねやっていきます。これはね前回の続きからやっていってます。この動画分かれてるので、もし前のリリエルの塗ってるとこ見てないよって方はぜひねそちら回してみてくれたら嬉しいですね。はい、ということで今青色に塗っていってるんだけれども、これねもしねリリエル知ってるよっていう方からしてみたら、あとは前塗ったねピンクのリリエル見たよっていう方からしてみたら、おい全然違う色で塗ってるじゃんってちょっとびっくりしちゃうかもしれないんだけど、私が今なんでこれ青色で塗ってるかっていうとですね、印象をね結構ガラリと変えたかったんですよ。というのもね今回このリリエルなんとね
本当に MA さんの好きに塗っていいですよっていう風に言ってくださって、いやいやもうそれはめちゃくちゃありがたいなと思ったので、じゃあ本当に好きにじゃあ塗らせてもらいますということで、もう自由に色考えました。でってなった時に結構ピンクっていうところからマジでガラッて印象も変えたかったんです。だからまだなかなかも見たことないような可愛いリリエルにまた別のねちょっと違った印象の可愛いリリエルを塗ってみたいなと思って、今回ちょっとブルー系でいこうっていうことでブルー系で塗ってます。ちなみにねこれで今やってる作業なんだけれども、筆でベタベタ塗ってるじゃないですか。これはみ出したらね結構きついです。そうなんだろうな、このベースをねなんか微妙なグラデーションでね整えたじゃないですか。なんかそういうものははみ出しちゃって筆で修正とかすると結構台無しというか、同じような表現をできないんですよね、なかなか筆でやるにはね。また別の手法になるので、そうなってくると。だから今回のこの場合に関してはもうはみ出したらきついぞって思いながらね慎重にやっていってます。ただ、はみ出した部分が後でね影を描く部分とかもあったりするから、そういうところはねなんだかんだ臨機応変に修正できたりすることの方が多いので、私の場合はもう最近だとこうドボンですね、やり直しするっていうことはねほぼほぼないじゃないですね。はい。で今ねグリーンに塗っていってます。これね、あれじゃあさっきなんで青色に塗ってたのってなってくると思うんだけど、こういうこと私実は結構あります。もう最初に迷ったら一回塗っちゃって、でそれで様子見て、全体の様子を見て、やっぱりこっちの色にしようってなったりすることもあるので、私の場合は今回は最終的にこのグリーン系のね青系といってもちょっとグリーン系の涼しげな色に仕上げていくことにしましたね。はい、ということでもうさっき青に塗った部分全部この色にしていってます。こんな感じですね。はいよくあるのよね本当に。ちょっと現状を見せます。現状はじゃ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 ーん、こういう感じになります。はい、どうですか？この段階で結構割とこう色乗ってきたなって感じなのが分かると思うんですけど、宣言通りブルー系で進めています。全然違うでしょ、ピンクの感じと印象が。で髪の毛もね今回はオレンジ系ではなくて明るいねちょっと黄色系。ただなんていうのかな、割と結構色自体はしっかりとついてる系のねイエロー系ですね。マスタード系と言いますかっていう感じにしてみることにしてます。はい、顔こんな感じなんだけど、キラキラっとした顔で、これ表情なんだけど本当はもっとこうバキって前回と違う感じにしようかなとも思ったんだけど、やっぱりねこういう柔らかい方向でいくことにはしました。ただちょっと違うんですよ。前回の顔とはやっぱり違うの。ちょっと微妙に変えてるので、もこれはどうかな、私しかわかんない。いや、私しかわかんないところないと思うんだけど、比較したらわかると思うんですけど、ちょっと変えてます。最後にまたちゃんと撮ります。この感じで頑張って進めていきたいと思います。陰影をつけていきます。服装とか肌の方にバキッとした影をまだ描いていないので、ここから思いっきり描き込んでいきたいと思います。ということでやっていきます。はい、ということでね、いよいよ作業ももう終盤戦ということで、もうそろそろ終わります。ということでね、終わりに向かってくるとね、かなり私はね、楽しいタイプで、やっぱり始める前に、私の場合さ、ある程度完成イメージみたいなところは頭の中に、絶対置いてスタートするタイプなんだけど、塗りもね、終盤になるにつれて、そのイメージに近づいてくるわけですよ。っていうことはね、その完成後のね可愛い姿がねやっぱ目に見えてくるわけであって、この作業はねやっぱり私の中では一番こう楽しいですね。そうだし、今塗ってるところはね、これもうなんていうのかな、これベタ塗りしてるからあれなんだけど、どんどんね、ほら今こう影描いてってるじゃないですか。もうここら辺からもうどんな形でその影を置いていこうかなっていうところがかなり、ある意味その自由にできる部分なのですよ。そうだからここら辺の作業に来るとね、私は結構ねだいぶ楽しいんですよね。そうだから今も一応これ影なんだけど、この服のそのシワとかの影を極端に描いてるんだよね。3D 二次元彩色って私の中ではある程度やっぱ自由が利く塗り方だなって思って自分の中ではやってるので、同じものを塗るにしても同じように私は影とかハイライトはね描かないようにしてるんだよね。そう
だからここも今ハイライトね、今度はグリーンのところをハイライトを描いていってるんだけれども、ここの形もどんな風にその光を置いていくかっていうところも毎回結構変えてます。多分これは前回塗ったリリエル、ピンクの方のねリリエルを見てくれたら分かると思うんだけど、ちょっと気になった方改めてちょっと見比べてみるとちょっと面白いかもしれない。もしかしたら結構塗りに興味があるんだよねっていう方いたらちょっと見比べてみてください。ちょっと違った陰影の付け方してます。多分全く同じにはねなってないと思うの。てか絶対なってないんだけど、そうなんですよ。だからここら辺もこうやって描いていくときに、今頭ついてないけど髪の毛切った時にどこら辺まで光入れようかなとか、もうある程度その嘘もなんか味方につけるというか、こういう形の方が自分はなんか気持ちいいなみたいな感じの感情を結構大切にして光とかの形は捉えていくようにしてますね。まあ二次元彩色、言うてもベースが二次元彩色だからある程度自由に極端にやれるっていうところも遊べるポイントかもしれないですよね。これはもうねだいぶ終盤ですね。今もだいぶ終盤なんだけど、スカートのね影を塗ってってます。まず1回薄めの影で大きく形を捉えた後にこんな感じで濃い影で2番目のね2影をね描いていってる感じですね。はい、ここはあれだね、これ名前なんだっけ、ちょっと名前が出てこないからあれなんだけど、このニーハイを上でねこうパチって止めてるやつかな。ここは肌のところにはみ出したらマジ最悪です。これ基本的に消さない塗料でやってるので、ビーってもしめっちゃはみ出したらドボンするか影のカラーでカバーですね。でも私の中ではもうドボン絶対嫌なんで、マジめっちゃはみ出したらもう影でカバーしようと思いながら塗ってます。影っていうのはあれですよ、今見えてるグラデーションの影ではなくて、この後やっていくもう筆塗りでもうバチッとしたもうめっちゃ濃い色で塗っていく影のことですね。そうで今塗ってるのはさっき今塗ったねグレーの部分はもう最初影のカラーとして想定して塗ってたんですよ。だから今明るい色ねハイライトを入れていってます。ここもハイライトですね。ここはねもうちょっと複雑めに塗りました。はい、ここは羽の部分だね。羽のカラーはちょっと真っ白じゃないです。今回グレー系の色になりましたね。はい、そして影ですね。ここがね結構大事なんだけれども、緊張する部分でもあります。もう結構大胆にねいきなりもう筆で描いちゃうんで、ほらここら辺とかね今めっちゃ慎重に、気持ち的には慎重にやってるんですよ。輪郭とかどこら辺までしようかなって、どこら辺まで影見せようかなって考えたら、もうあとはこうやってワシャワシャワシャってもう決まったらもうワシャワシャって、最初にこうやって輪郭の方をだいたい決めてね、どこまで影を濃させようかなっていうのを決めながら塗って、そして決まったら塗り絵みたいな感じで内側をもうガンガンスピーディーに塗っていくって感じですね。あんまりここもたもたしてるともうなんていうのかな、ボコボコなったりするのでね、スピーディーにある程度やることが結構大事になってくるの。はい、可愛いよね。で羽ね、羽の影ですね。もうここまで来るともうほぼほぼ終盤。羽の形がね結構複雑だからね、こうやって描いてると楽しいですよね。ここはね髪の毛の耳じゃない、なんていうんだ、髪の毛についてるアクセサリーみたいな羽なんだけれども、これね私黒ベースにしました。リリエル全体的にこの緑色がポイントなんだと思うんだけれども、もう一個のアクセントカラーを何にしようかなって迷って、鮮やかな色にしようかなとかめちゃくちゃ迷ったんだけど、最終的にもうあえて暗いグレーというか黒というか、もうそこら辺でいこうと思って大胆にね暗い色を選びました。ほぼほぼ無彩色みたいな感じでという感じですね。はい、で最後パーツを取り付けていよいよ完成という形です。はい、最後まで見てくれて皆さんありがとうございます。はい、キラ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 って書いて完成ですね。はい、皆さんお待たせいたしました。完成しました。ちょっと覗いてますね、もうね。はい、いきますよ。早速見せてくださいよ。じゃ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 ーん。かわいいね、かなり。どうですか？結構可愛いんじゃないですか？
いやかなりいいと思う。色合いがすごく綺麗だと思う。そう結局なんか最初黒ベースにするだのどうなのいろいろ言ってたと思うんですけど、青だのなんだの、最終的にこうなりましたね。ちょっと緑っぽい。そうまあ、たださ、もともとピンクのやっぱイメージがさ、かなり強いじゃないですか。そうだね。だけど今回は本当に自由に塗らせていただけるっていうことだったんです、2体目が。でこれはもう先生にお渡しするものなので、本当に自由に塗らせてもらった結果、まあ、こうなったかなっていうところですよ。でもすごいいい色だと思う。なんか絶妙な色だと思う。女の子っぽさあるじゃない、このちょっとこう、確かにね、マイルドなさブルー、グリーンというか、でピンクと比べた時になんか結構対極的じゃん、ピンクとなんかちょっと青っぽいというか緑っぽいというか。そうなんですよ。だからさ、本当はさ並べられたらまたね、直接見比べられたら本当は良かったんやけど、ちょっとそれができないんでね。じゃあ今回さ、もう一個さ、やっぱりさ、まあちょっと結構違う感じにしたところが髪の毛なんだけど、そうだね、色変わったよね。オレンジだったもんね。そう、オレンジじゃなくってイエロー系にした。でもなんか可愛いね。そう、イエロー系のでもリリエルはなんか普通に漫画のカラーのところでも出てはいたから、一応そっちの方に寄せた感じで、ちょっとくすんでるけど明るい感じの黄色にして合うじゃん、色が。確かにそうっていう感じにしました。なるほどね。ということでね、いかがでしょうか。これ先生はこの動画を見てくれてるかもしれないのでね塗らせていただきました。本当に素敵な作品をありがとうございます。前回はピンクに塗ってます。そっちの方をもし見てないよっていう方は、ぜひそっちも見てくれれば見比べてね、多分楽しめると思いますので、ぜひぜひ他の動画も見ていただけたら嬉しいです。ということでした。ということで、このチャンネルではね、フィギュア好きな私がね、フィギュアに関する動画を上げていってます。ぜひフィギュア好き、アニメ好き、漫画好きの方はまた遊びに来てくれると嬉しいです。ということで、最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。